こんにちは。ゼロから行政書士第53回です。前回は不法行為について学びました。損害賠償の要件や過失捜察を整理しました。今回からは財産法を離れて身分法に入ります。テーマは家族に関する親族です。婚姻や離婚、親子や親権など家族をめぐる仕組みを扱います。次に学ぶ相続の大切な土台になる分野です。肩の力を抜いてじっくり理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、夫婦に関する仕組みです。婚姻がどう成立し、どんな効果を持つのかを見ます。離婚の方法についても合わせて確認します。二つ目は、親子に関する仕組みです。実のこと、養子の違いを整理します。三つ目は、親権と扶養の考え方です。それでは、早速始めましょう。はじめに、親族とは何かを確かめます。親族とは、法律が定める一定の身分関係です。まず、夫や妻である配偶者が含まれます。次に、血のつながった血族が含まれます。さらに、婚姻でつながる姻族も含まれます。誰が親族にあたるかは法律ではっきり定められています。家族の身分をめぐる争いを公平に解くための土台になります。まずは夫婦の仕組みから見ていきましょう。まずは婚姻がどう成立するかを見ます。婚姻が成立するにはいくつかの要件を満たす必要があります。一つ目は婚姻できる年齢に達していることです。法年齢を婚姻適齢と呼びます。現在は男女ともに18歳になれば結婚できるとされています。二つ目は、すでに配偶者がいないことです。配偶者がいるのに重ねて結婚する、重婚は禁止されています。三つ目は、近すぎる親族同士でないことです。そして、婚姻は口人によって成立します。次に、婚姻が生む効果を確かめます。夫婦になると、互いに義務が生じます。まず、同居し、協力し、助け合う義務です。これを同居協力扶助の義務と呼びます。また、互いに貞操を守る義務も夫婦の間には生じます。生活にかかる費用は夫婦で分担します。これを婚姻費用の分担と呼び、夫婦の大切な義務です。夫婦は対等な立場で家庭を支え合うのです。続いて離婚の仕組みを見ます。離婚にもいくつかの方法が用意されています。最も多いのは話し合いによる協議離婚です。夫婦が合意し、特筆をすれば離婚できます。話し合いがまとまらないこともあります。その場合は家庭裁判所での調停や裁判で決めていきます。離婚の際には財産分与が問題になります。婚姻中に築いた財産を公平に分け合う仕組みです。ここで内縁について触れておきます。内縁とは特質のない事実上の夫婦です。一緒に暮らし、夫婦同然に生活しています。しかし、婚姻の取出はしていません。判例はこれを婚姻に準じて保護します。同居や協力の義務など、婚姻に準じた保護が認められています。ただし、すべてが夫婦と同じではありません。例えば、相続では夫婦と同じに扱われません。ここで、親子関係の入り口を確かめます。婚姻している妻が産んだ子には、推定が働きます。妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定されます。これを適種推定と呼びます。この推定の仕組みは、近年の改正で見直されました。合わせて、女性の再婚禁止期間も廃止されました。改正の細かな内容や施行の時期には注意が必要です。出題の範囲は最新の教材で必ず確認してください。続いて、婚姻によらない子についてみます。子は婚姻した夫婦の間だけに生まれるとは限りません。
婚姻していない男女の間にも子は生まれます。この子と母との関係は出産によってはっきりします。一方、父との関係は自動では定まりません。そこで父が自分の子だと認める認知が必要です。認知によって父と子の関係が法律上はっきり生じます。認知された子は扶養や相続を父に求められるようになります。次に、この種類を整理します。子には大きく実子と養子があります。実子は血のつながりに基づく実際の親子関係の子です。養子は血のつながりがなくても縁組によって親子になる子です。養子には2つの種類があります。普通養子は実の親との関係を残します。特別養子は実の親との関係を切ります。特別養子は子の福祉を第一に考える制度です。続いて親権について学びます。親権とは未成年の子を育て、守るための立場です。親権は権利であると同時に子に対する義務でもあります。大きく2つの役割に分けられます。一つは子の世話や教育をする役割です。子の身の回りを世話するこの役割を身を看護と呼びます。もう一つは子の財産を管理し、子に代わって契約する役割です。親権は常に子の利益のために使われます。次に扶養の仕組みを確かめます。扶養とは生活に困っている親族を経済的に支えることです。自分の力だけでは暮らせない人もいます。そうした親族を余裕のある親族が経済的に助け合います。扶養の義務は近しい親族同士が負います。夫婦や親と子の間などが典型です。どこまで支えるかは事情に応じて決まります。家族が互いに支え合うための仕組みです。ここで今日のクイズです。養子について正しいのはどれでしょう？ A は普通養子は実の親との関係が必ず切れるです。B は特別養子は実の親との関係を切るです。C は養子では実子として扱われないです。少し考えてみてください。正解は B です。普通養子は実の親との関係を残したままでした。特別養子は実の親との関係を切るのでした。それでは今日のまとめです。一つ目は夫婦に関する仕組みです。婚姻は要件を満たし、特殊で成立しました。離婚は話し合いによる協議が基本でした。二つ目は親子に関する仕組みです。子には実子と養子があり、養子は2種類でした。三つ目は親権と扶養です。親権は子のための立場で扶養で支え合うのでした。ここまで親族について学びました。婚姻や離婚、実子と養子を整理しました。親権と扶養の考え方も確認しました。次回はいよいよ民法の最後、相続に進みます。誰がどれだけ財産を受け継ぐのかを扱います。遺言や遺留分といった大切な仕組みも学びます。今日の親族が相続を理解する土台になります。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。